皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。強力なカードと戦術を惜しみなく使う EDH、通称 CEDH のプレイ実況動画、ゆかりん CEDH へようこそ。ゆかりん CEDH は4人対戦の中で私がどうやって勝ちに行くかのゲームプランの解説や読み合いなどをメインとした実況動画を目指しています。カジュアルフォーマットだけど真剣に勝利を追求するのもとても楽しい、私なりの EDH の楽しみ方を共有できたらとても幸いです。今回使うジェネラルは無限のエルシャ。統率者セット2019で登場したエルシャは未来予知に近い効果を内蔵しているのが特徴で、その効果を中心にゲーム中盤のアドバンテージを稼ぎ、コンボまでつなげることを得意とするジェネラルです。登場当初と比べて、宝石の睡蓮やチェスカの意志といった強力なカードが追加され、より早くエルシャを展開できるようになったり、エルシャ着地後により爆発力のある動きができるようになったりと、新しいカードの登場とともにどんどん強くなっています。エルシャの未来予知効果ですが、完全に同じものではなく、エルシャの場合はライブラリのトップが対戦相手に公開されずに自分だけが見ることができるため、相手に情報アドバンテージを与えるデメリットがない一方、エルシャでは土地やクリーチャーをプレイすることができない短所もあります。また、エルシャはライブラリトップのカードに瞬足を付与する効果も持っているので、相手のタスサの選択者のキャストに合わせてタイムツイスターを唱えてコンボを阻止するようなトリッキーなプレイも可能です。他にも、ライブラリトップが実質手札になるため、ライブラリトップを動かせるカードとの相性が非常に良く、渦巻く知識やシアンなどのドローカードや、リスティックの研究やミスティックレモーラなどのドローエンジン、フェッチランドといった定番カードたちをさらに強く使えます。自身の効果だけでアドバンテージを稼げる上に、ゲームに勝利するためのコンボパーツにもなるエルシャは、マリガンでエルシャを出すためのマナさえ確保できれば、非常に安定したゲームプランが期待できるのも魅力です。メインのフィニッシャーは、エルシャの未来予知効果と師範の占い駒を組み合わせた無限のローになります。エルシャとコマに、覚醒の兜のようなコスト経験や、語りの神ビルギのようなマナ生成能力を組み合わせることで、師範の占い駒のタップ能力でドローしながらコマをライブラリトップに送り、エルシャの効果でライブラリトップからコマを唱えるのを繰り返し、ライブラリをすべてドローすることが可能です。無限のローに突入した後は、いつものブリーチコンボなどでゲームを終わらせます。ゲームの流れとしては、遅くても3ターン目までにはエルシャを着地させ、あとは持ち前の未来予知能力でリソースを伸ばしていき、コンボを決めるタイミングを伺います。ゲームプランのほとんどがエルシャで完結しているので、マリガンではエルシャを出せるだけのマナを確保できれば合格ライン。そこまでアグレッシブなマリガンを行わなくても、プレイヤブルな初手にありつけると思います。今回エルシャを使うにあたって、フラッシュさんをはじめとするエルシャディスコードの方たちによるデッキリスト及びデッキガイドを参考にさせていただきました。他にもこのデッキについてお話しできることはまだありますが、残りは試合中に必要に応じて解説しましょうかね。本日の試合は CEDH ディスコードコミュニティファウンダーズクラブで行われたものです。まずは対戦相手のジェネラルを見てみましょう。神茶が使うのが反対性魔導士消す。墓地からインスタントソーサリーを唱えることができる効果を駆使することで、完全に速さに特化した方からミッドレンジに寄せた方まで、多様な戦い方ができるジェネラルですね。元から強いブリクシスカラーのムカつきデモコンブリーチパッケージをたまにサポートするのがケスの役目なので、基本的にケスを絡めた派手な動きはせずに突然勝負を仕掛けてくることが多く、ペースがなかなか読めない厄介な相手です。下茶が使うのが帰還した王ケンリス。こちらはケス以上に取れる戦術が多様なジェネラルなので、キーパーツが見えるまではデッキ内容が読めないのが厄介です。最近だと鳩場の恐喝者を絡めたループコンボを主軸とした方が主流なので、何かが見えるまではそれを基準に読みを行っていくと思います。一番の問題はケンリスそのものではなく、下茶のプレイヤーがさっきお話ししたフラッシュさんなのですよね。エルシャに関しては冗談抜きで彼が世界で一番詳しいので、私の手の内はほとんど読まれていると思います。トイメンが使うのがロフガフフの息子ログラクフと愚者滅ぼしテベシュサットの組み合わせ。ゼロマナで出せるログラクフをコストにマナ加速を行い、ムカつきを速攻で解決させたり、相方のテベシュを着地させてアドバンテージを稼ぐのを狙うデッキですね。最近のログテベシュは、変身効果テラサケシュを持ってくるタイプが流行りで、1、2ターン目にテベシュを着地しトークンを生成、次のターンに、変身からの速攻コンボプラン、トークンをコストにリソースを増やす中速プラン、トークンをさらに増やして奥義を狙う対スタックスプラン、といった感じでどんなゲーム展開にも対応できるのが最大の強みですね。対戦相手3人全員がかなり速いデッキなのが予想されるので、早めにエルシャを着地するか、エルシャ抜きのコンボを狙わないとおそらく間に合いませんね。マリガンでは2ターン目にエルシャを出せるハンドか、3ターン目にリーサルコンボを決めれるハンドを探しに行きます。今回の動画は対戦パートの後に感想戦を行うので、ぜひ最後まで見てくださいね。それでは対戦の方に移りましょう。私のポジションは2番目。まずは最初の7枚を見てみましょう。トーモットの御所、天候はたき、唱え損ね、霧深い雨林、モックスダイヤモンド、ライオンの瞳のダイヤモンド、横揺れの地震。土地を最初のドローで引ければ、手札を犠牲に1ターン目エルシャを出せますが、さすがに最初の7枚でキープするような内容ではありませんね。もっと良い初手があるはずなのでマリガンします。
さて次の7枚を見てみましょう。悟りの強磁石、沸騰する証拠、剣を好きに、金属モックス、加工、渦巻く知識、魔力の質。土地は1枚しかありませんが、1ターン目に悟りの強磁石で宝石の睡蓮をサーチすれば、2ターン目にエルシャを出せるかなり早い展開を狙えます。エルシャを出した後も師範の占い駒をサーチできる加工が余るので、いい感じのゲーム展開を期待できそうです。これより強い6枚スタートはそうそうないと思うのでキープします。上茶と対面は6枚スタート、下茶は7枚スタート、対戦よろしくお願いします。0ターン目に下茶のアクション、ファットランドを追放して宝石の洞窟をプレイ、上茶からゲームがスタートします。上茶のターン、ライフを2点払いビタクシア派の調査を下茶を対象にキャスト。下茶の手札を確認してからワンドロー、そして汚染された三角巣をセットランドしてからアンシーをフェッチしてゴー。私のターン。きたドローは宝石の睡蓮、2ターン目エルシャの予定でしたが、これなら1ターン目にエルシャを展開できますね。まずは沸騰するションコをセットランドしてからボルカをフェッチ。お次は宝石の睡蓮、そして金属モックスをプレイ。剣を好きにを刻印してから5マナを生成、エルシャをキャストします。エルシャの効果でライブラリトップをチェック。次のカードは白鳥の歌。次のターンは渦巻く知識を使って土地を探す流れになりそうですね。下茶にターンを回します。下茶のターン、統率の塔をセットランドしてから森の知恵をキャスト。対面にターンをパス。対面のターン、血染めのぬかるみをセットランドしてからバッドランドをフェッチ。炎の儀式をキャストして赤マナを2つ生成、さらに宝石の睡蓮、追加の黒マナを3つ生成してからテペシュをキャスト、プラス2効果を起動してスラルトークンを2つ生成、そして6楽譜をキャストしてから5、対面のエンドフェーズに上茶が吸血の強磁石をキャスト、カードを1枚ライブラリからサーチ、トップに置いてライフを2点ルーズしてから上茶にターンが回ります。上茶のターン、血染めのぬかるみをセットランドしてからミスティックレモーラをキャスト、マナ加速はなしでターンを終了、私にターンが回ります。私のターン、白鳥の歌をドロー、次のカードは精神的つまずき、貴重な青マナを使うことになりますが、土地を伸ばせないと困るので渦巻く知識をキャスト、土地を探しに行きます。カードを3枚ドロー、引いたカードは精神的つまずき、ギタクシア派の調査、イニシエの墳墓。ライブラリからカードを唱えれば唱えるほどお得なので、いつでも唱えられるギタクシア派の調査を戻すのは確定。このターンサイクルで使うチャンスがありそうな精神的つまずきも戻します。早速引いたイニシエの墳墓をセットランドしてからコンバットに行こう。殴り先は結構悩ましいですね。ここは一旦しっかりと考えましょう。上茶は間違いなくムカつきを採用しているのでライフを削る意義は大いにありますが、おそらく吸血の強磁石でサーチしたのはミスティックレモーラ。現状マナ加速をプレイする余裕もなさそうに見えるので、ムカつきの心配をする必要は薄いと考えます。下茶には森の知恵があり、ライフの総量がそのままリソースになるので殴り先有力候補です。しかし、私以外に下茶を殴るようなデッキがいないので、私がエルシャで下茶を2、3回殴って実点ちょっと削ったところで森の知恵でのドローに影響するようには思えません。対面にはブロッカーがいますが、テペシュやラサケシュの能力を考慮するなら、トークン1体には2ドロー以上の価値があります。テペシュを殴ったらトークンでブロックしてくれるでしょうし、1体の攻撃で最大バリューを稼げるのはテペシュ殴りだと思います。加冠効果でプラス1されているエルシャで対面のテペシュを攻撃。予想通り対面はスラルでエルシャをブロック。悟りの強磁石で師範の占い駒をサーチしてから出すこともできますが、トップに仕込んだカードを使いたいのでここは我慢。ターンを回します。下茶のターン、森の知恵の効果で合計3ドロー、ライフを8点払いすべてキープします。回復の温泉をセットランドしてからミスティックレモーラを対象に赤霊波をキャスト。対面が次のターンに大きく動きそうなので、大量ドローされる前にレモーラが処理されるのは嬉しいですね。上茶はレモーラでドローしてから血染めのぬかるみで湿った墓をフェッチしてショックイン。そして渦巻く知識をキャスト、3ドローしてからカードを2枚戻します。上茶は防御札を引けなかった模様。赤霊波が解決しミスティックレモーラを破壊。下茶はマナの5章を出してから悪魔の強磁石をキャスト。ライブラリからカードを1枚手札に加えてから5、対面にターンを回します。対面のターン、テペシュのプラス1能力を起動し、ログラクフを生贄に3ドロー。血の5章をショックインしてから進行なき物あさりをキャスト。つまずきの使いどころはここではないと思うのでスルーします。対面は2ドローしてから再活性とホイールオブフォーチュンをディスカード。そして暗黒の儀式をキャスト。これを通すととんでもないカードを使われそうなので、トップから精神的つまずきをライフ2点払いとなえます。精神的つまずきが暗黒の儀式をカウンター。動けなくなった対面は上茶にターンを回します。上茶のターン、長気候をショックインしてから陰謀団の儀式をキャスト。スレッショルドは達成されていなかったので黒マナを3つ生成。そして浮いたマナと土地を使って記憶の裏切りをキャスト。ちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。とりあえずライフを2点払いビタクシア派の調査をトップからキャスト。上茶の手札状況を確認してみます。上茶の手札は、劇的な逆転、デモニックコンサルテーション、再活性、そして直感。そしてワンドロー、引いたカードは厳かなモノリス、そして次のカードはツンドラ。対面の暗黒の儀式を使ってからの下茶の悪魔の強磁石だけで済むなら通してもよかったのですが、さすがに手札のデモニックコンサルテーションなどが絡んでくるとゲームが終わりかねないので、ギタクシア派の調査を渡してしまいますがハンドチェックをしてよかったと思います。
ます。対面の墓地さえなければそこまで爆発的な動きは取れないと思うので、本当はコンボパーツをサーチするのに使いたかったですが、ここで悟りの教示者を使います。悟りの教示者が解決。ライブラリからアーティファクトかエンチャントを1枚サーチ。持ってくるカードはトーモットの墓所。そのままトップからトーモットの墓所をキャスト。これに対応して対面はデモニックコンサルテーション。デモニックコンサルテーションが解決。上茶が宣言したカードはマナクリプト。トップ6枚にはマナクリプトはなし。マナクリプトが出るまでトップからカードを追放していきます。上茶はキーカードが追放される前にマナクリプトを発見して札に回収。そして私のトーモットの墓所が解決。記憶の裏切りが解決する前にトーモットの墓所を起動し対面の墓地を全追放。記憶の裏切りが解決。上茶以外の墓地のカードを全て追放してターン終了時まで唱えられるようにします。上茶はデモニックコンサルテーションで手に入れたマナクリプトをキャスト。さらに私の墓地から宝石の睡蓮とトーモットの墓所をキャスト。お次は私の墓地から悟りの教示者をキャスト。ライブラリからオパールのモックスをサーチ。そして私の墓地からギタクシア派の調査を2点払いながらキャスト。下茶の手札を確認してからオパールのモックスをドロー。オパールのモックスを出してから手札の劇的な逆転をキャスト。オパールのモックスとマナクリプトをアンタップ。最後に下茶の墓地から悪魔の教示者をキャスト。カードを1枚ライブラリから手札に加えてターンエンド。私にターンを回します。私のターン、ドローは平地、そして次のカードはグレンハ。まずは平地をセットランドしてから厳かなモノリスをキャスト。コンバットに入りエルシャで上茶を攻撃、ライフを4点削ります。本当なら火口から師範の占い駒を持ってきたいのですが、それをしてしまうと打ち消し呪文を構えられなくなってしまうので、ここは我慢してターンを回します。下茶のターン、マナクリプトは失敗で3点ダメージ、森の知恵の効果で合計3枚ドローしますが、今回は1枚のみキープ。メインフェーズに入りアンシーをセットランド、そして盤面のアーティファクトを数えてから鳩場の恐喝者をキャスト。鳩場の恐喝者の効果で宝物を6つ生成、さらに鳩場の恐喝者をコストに神聖化をキャスト。おそらく持ってこようとしているのは呪文探求者。私に優先権が回ってきましたが、妨害を使うとしてもここではなく、サーチしたカードを見てからでも間に合うと思うのでスルーします。神聖化が解決。予想通り下茶はライブラリから呪文探求者を出し、呪文探求者の効果で儚い存在をサーチ。そして儚い存在を呪文探求者を対象にキャスト。呪文探求者と儚い存在のコンボだとメジャーなのは最後の賭けを持ってきてからのブリーチコンボですが、トーモットの墓所があるので何か他の策があるはず。妨害をするならここが一番安全と見ました。トップからグレンハを呪文探求者を対象にキャスト。儚い存在の不発を狙います。これに対応して下茶は否定の契約。私のグレンハは打ち消され儚い存在が解決。呪文探求者を明滅させます。呪文探求者の効果で再びサーチ。今度は最後の賭けを手札に。そして早速サーチした最後の賭けをキャスト。おそらくブリーチコンボ以外の何かがあると思うのですが、全く見当がつきません。おっと今度は上茶が狼狽の嵐で応戦。さすがにこれにはたまらず下茶はギブアップ。最後の賭けが打ち消されます。コンボを止められプラン変更を余儀なくされた下茶は残りの宝物を使いケンリスをキャストしてGO。対面のターン、土の参道毒六打機をボルトイン。テベシュのプラス1効果を起動。最後のスラルトークンを生贄に2ドロー。お次はマナの墓所を出してから厳かなモノリス。そして短撃のタリスマン。さらに余った無色マナを使って頭蓋締めをキャスト。そして思考囲いを上茶を対象にキャスト。上茶は再活性と直感を公開。対面は直感を選びディスカード。ライフを2点ルーズ。そして大エンドを宣言し上茶にターンを回します。直感さえなければ大きな動きはもうできないはず。ひとまず安心です。上茶のターン、魔力の質は失敗で3ダメージ。メインフェースに入り再活性をキャスト。対象は下茶の墓地の鳩場の恐喝者。鳩場の恐喝者がリアニメイトされ1点ルーズ。さらに宝物を8つ生成。ちょっと待って。上茶は悪魔の教示者をキャスト。もう誰も妨害を持っていない様子。これは勝負が決まりましたね。死の国からの脱出をサーチしてそのままキャスト。墓地にはマナもサーチカードもふんだんにあり、デモコンタッサでもブリーチコンボでも何でも揃うので、ここで全員降参。上茶の勝利です。悔しいけどグッドゲームでした。対戦ありがとうございました。残念ながら勝てませんでしたが、ベルシャによるライブラリトップを使った戦術の強さを十分に見せれたいい試合だったと思います。今回の試合は考えるポイントがいくつかあったので、感想戦みたいな感じでちょっと解説していきます。まず一つ目のポイントは、上茶が3ターン目に記憶の裏切りをキャストした時です。私は先にビタクシア派の調査を使い上茶のハンドをチェックしてから、悟りの境地者を使ってトーモットの墓所を持ってくるべきかを判断しましたが、その代償として悟りの境地者で持ってきたカードをそのまま引き込む選択肢を与えてしまいました。結果論としてはサーチされたのはオパールのモックスで、悪魔の境地者では1ターン耐えるための狼狽の嵐のサーチで済みました。もしビタクシア派の調査を渡していなかったら、下茶にほぼ確実に負けていたので、間違った選択肢ではなさそうです。それにあの時点での私は色マナが枯渇していたので、少しでも青が出る土地を探しに行けるギタクシア派の調査のプレーは正解だったと思います。
記憶の裏切りを完全スルーして、悟りの強磁者と加工でこちらのリーサルコンボを揃えに行く選択肢もありましたが、こちらには防御用の青マナがない上に、下茶ガーを出せる状況でのその選択肢はかなりリスクが高いので個人的にはなしだと思います。次のポイントは下茶が3ターン目に呪文探求者指導のコンボを狙った時です。まず気になるのが、トーモットの墓所がありブリーチコンボができない中、何を狙ってたかについてですが、追加ターンに入り否定の契約のコストを払った後でも6マナ残るので、儚い存在の反復で呪文探求者を明滅して神秘の強磁者をサーチ、神秘の強磁者でムカつきをサーチしてコンボを揃えに行くプランだったそうです。もし私が欲張って最初の儚い存在を通した場合でも、上茶は老害の嵐で最後の賭けを止めたと思うので、最終的に下茶の否定の契約と私の妨害用のマナが一つ残った状態でゲームが続行し、私が4ターン目を迎えて師範の占い駒を展開する形を取れたかもしれません。上茶が3ターン目の最後にサーチしたのが老害の嵐以外の打ち消しだったら、ムカつきを2人で止める流れ、打ち消し以外をサーチしていた場合はそもそもノーチャンスだったので、最初の儚い存在を妨害するのは正しくないプレーでしたね。今後のプレーに活かします。今回の動画はこれにておしまいです。もしゆかりん CEDH を楽しんでいただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。